はい、今ご紹介に預かりました。私はですね、この廿日市市内の、ヘラ山手にある廿日市教会というところで、牧師をしています。もしかしたら牧師に今日初めて会った人が多いので、初めて会いましたって人いますか？牧師に初めて会ったいつも会ってる人もこの中で何人かいるんですけども、初めてお目にかかる方、またキリスト教の教会にことをあんまりですね皆さん知らないと思いますので、今日はですねセーフティーネットとしての教会っていうお話をぜひさせていただきたいなというふうに思っています。はじめになんですが、今ご紹介いただいたようにですね、私は福山由紀子という名前です。今までこの廿日市にずっといたわけではありませんで、去年のですね4月から廿日市に来ました。なので1年もまだ住んでいない状態です。それまでに合計東京と福島県の会津若松で合わせて10年間ですね牧師をしてきました。この教会の外の写真をですね今日載せました。ヘラ山手のセブンイレブンがあるらへんにある教会なんですけど、なんかこういう大きいですね綺麗な建物があります。いつもこの中で礼拝をしていて、私2階で仕事をしているんですけども、私はですね今いろんな支援をしてきたって栗林さんが言ってくださったんですが、私は支援者としての知識をたくさん持っているわけではないんですね。特に移民とか難民問題の専門家では全くない圧倒的に多いです。ですので今日は私は一応牧師という宗教者ですね、これは広く対人援助職なんですけども、そこでの体験とか教会という場所が持つですねいろんなサポートとか可能性、こういうことを今までやってきたっていうことを話したいなと思っています。で本当は廿日市教会の取り組みだけを話せたらいいかなと思ったんですけども、廿日市教会まだ私1年ですね立っていないのもありますし、基本的に教会が持っているポテンシャルのことを今日は話せたらいいかなというふうに思っているので、ぜひですね皆さんが相談を受けて、おられる外国人の方、クリスチャンの人がもしかしていると思うんですけども、そういう人たちが教会でどういうふうな生き方をしているのかっていうのをなんとなく分かってもらえたらいいなというふうに思っています。はい、今日話すことは3つです。ネットワークとしての教会ということ、2つ目はコミュニティとしての教会ということです。で最後にセーフティーネットとしての教会とはどういうことかということをですねお話ししたいなというふうに思っています。早速です。教会というところはですねどういうところかということの、定義のような話をしたいと思います。いろんな定義があるんですけども、基本的に宗教法人法で定まっているようなことっていうのはですね、宗教行為を行ってその教えを布教する、広めるところだっていうふうに言われています。基本的に礼拝を、毎週日曜日とか、平日にやっていたりします。そして信徒の方ですね、信者の方への、宗教的精神的サポートを、していく場所です。あと冠婚葬祭ですね、教会でよく結婚式とかをしてもいますけども、お葬式もしています。私は見知らぬ人のお葬式も何度かしたことがありまして、教会はですねクリスチャンでない人のお葬式も本人の希望があれば行っているようなところです。あとはですね、キリスト教に関する知識を提供しています。これは聖書を勉強する会というのがあったりしてですね、そういうことを勉強する時間があります。で、私が普段教会で働いていて、たくさん相談を受けてきました。それがですね、大体ですね、答えのない問いが多いです。というのも、ここにはなんて強いて言えば分けれるもの
にしましたけど、基本的にはですね、教会で受ける相談内容っていうのは、なんで自分が病気になったのかとか、なんであの人が死ななきゃいけないのか、あるいは自分が今死ななきゃいけないのかっていうことだったりします。あとはですね、例えば、人は死んだらどうなるのかですね、こういう宗教的というふうに言うかな、なんて言ったらいいかな、答えのない問いですね。そういうものを受けたりすることが多いですけども、でもその問いっていうのは根本にはいろいろな問題が人間あってですね、あえてカテゴリーに入れるとすればこういうものがあります。でこういう悩みっていうのは1個だけじゃなくてくっついていたりしますね。例えばですね、貧困問題のことは、労働問題とか健康問題にもつながったりします。で労働問題はそこにはハラスメントの問題があったりしますね。で労働問題は家庭の悩みにも通じます。で家庭の中でもさまざま介護の悩みがあったり、お子さんがいじめに遭ってるとか引きこもりになっているっていうことがあったりします。そしてですね、緊急性が高いのはやっぱり起死燃料がある人ですよね。もう死んでしまいたいっていう人の相談が電話であったりします。これは基本的に一番多いですね。あとはですね、望まない妊娠をしてしまった、性暴力にあったっていう緊急性の高い相談が入ってくることがあります。でこういった、あとはですね、カルト宗教を脱会したいんですっていう話も起きます。カルトとはどういうものなのかっていうのをですね、それを伝えるためにもキリスト教っていうのは基本的にこういう知識があるんですよっていうのを、提供している面もあるんですけども、こういう問題はですね、基本的には必ず人権侵害が必ず引っかかっているんですね、人の悩みっていうのには。で人権侵害を教会が解決することっていうのは基本的にはやっぱり難しいですね。やっぱりそれだけの知識はないし、例えばお金もないし、人的なサポートも圧倒的に足りないです。ですので教会がやれることっていうのはここなんですね。地域の相談窓口と当事者をつなぐっていうことなんです。相談を受けます。例えばですね、そうだな、この辺は望まない妊娠をしたっていうことがあってもすぐ警察とか病院に連れていく、そこに一緒に行くってことがあったりします。で依存症の人がですね、薬やめられないんですっていうことをですね言っていたら、そうだな、サポートグループにつないでいくっていうことをしたりもしますね。あるいは健康問題とか労働問題があったり、別に弁護士さん、法テラスに相談に行ったりもします。なので最初に相談をいただく場所として教会が結構あるんですね。でも専門的知識がないので必ず相談を受けてほっとくんじゃなくて、なるべくここにつなげていくってことをですねとても大事にしています。教会の相談はですね、専門家の皆さん、ここにおられる皆さんと、そして市民のですねこの専門的知識を持っている方々との連携が必須となっています。そういう、相談窓口をですね最初に受けてつなげていく、その意味でのネットワークとして教会が地域社会の中で役割を持っていると言えます。これはですね、私が東京とか福島にいてですね、経験していたことなんですけども、大体教会があるところって人口が多いところに置かれていることが多いんです。で人口が多いと大学が結構そばにあったりするんですね。すると留学生の人たちがですね、まず教会に、日曜日に来るということが結構あります。で裕福な留学生の人は結構いいんですね。国費で来ていたりとか、お家がお金持ちだったりとかサポートがある人はいるんですけども、貧しいですね、家族のサポートもあまり受けていない、あるいは貧しいお家が貧しいので金銭的なサポートを受けてないという人が来たりします。である日ですね、日曜日礼拝が終わった後に東南アジアからの留学生がと名乗る人がやってきました。でその人は日本語学校に単身で留学してきたばっかりだそうです。なんですけども、学校が斡旋する学生寮がですねすごい劣悪な環境
それに困っているということを、教会に SOS を出してくれました。6畳一間に6人が住んでる。無謀ですよね。自分の勉強するスペースはその2段ベッドのスペースしかないそうです。プライバシーもないし、トイレも1つしかないので、もう本当にですね、詰め込まれているような状況なんですね。でそれを聞いて、私はどうしたらいいのかわからなかったので、教会の中にですね、留学生のケアとかサポートをしているお仕事をしている人がいました。でその人を通してですね、外国人の労働問題とか留学生の問題に詳しいですね、カトリックの市民団体の人を紹介してもらいました。で一緒に相談にも行きました。どうしたらその劣悪な寮から抜け出せるかっていうことの知識をですね、いろいろ教えていただいたんです。でなんとかですね、新しい学生寮に学校と交渉して移ることができたんですけども、その後ですね、ここまではいいんです。大成功です。なんとか問題を解決できたというふうになったんですけども、やっぱりその後ですね、その市民団体と本人の関係が決して良好ではなくなってしまったんですね。団体からすれば、こうした方があなたのためになるっていうことをアドバイスしてくれるんだけど、本人からするとものすごく上から言われているような気持ちになるですね。でそこでやっぱり気持ちが合致しなかったんです。じゃあこの人はもう放っておいたらいいのかって言ったらそうはいきませんよね。その後どういうふうになるかというと、教会の中でこの留学生を支えるっていうことに自然となっていきました。教会は毎週1回は礼拝があるんですね。休んだら大丈夫っていうふうに声をかけることができます。これは今教会高齢化していて、お一人の方もいらっしゃるので基本的にいつもやってることなんですけども、いつも安否確認をしています。で教会しょっちゅう一緒にご飯食べるんですね。廿日市教会も月に1回は絶対食べるんですが、他にも非公式でご飯をみんなで作って食べてる時があります。最低も月に2回ぐらいはですね、ただまたは激安でお腹いっぱいご飯を食べれるような環境があります。あるいはですね、衣服の提供結構あるんですね。教会バザーをすぐやるので、集まってきた服、靴などサイズが分かっていると、この留学生のところに全部行くということになりました。いらないほどですね、物が集まっていました。だからその物質的なものがあります。支援があります。そしてあと同行支援ですね。病院に一緒に行ったりすることが結構ありました。そして病気になった時すごい心細いですよね。そういう時にご飯を教会の人が作ってくれるので、それを持って行ったりしたこともあります。で薬も持って行ったこともあります。でアルバイトを一緒に探そうということもやりました。履歴書はこう書いたらええんよとか、写真は撮ってあげるからこれを印刷しようとかですね、一つ一つ一緒に手伝うってことをやっています。そして日本語学校の生徒だったので、日本語の勉強とか課題を一緒に手伝いました。奨学金をもらうための小論文一緒に書いたりもしています。あとはですね、こういう支援を受けたり助けてもらう場所なのではなくて、何でもですね話せるところ、用がなくても立ち寄れる居場所として、教会はあったかなというふうに思っています。あと地域社会とつながる、これちょっと大げさに書いちゃったんですけども、この、今回来たですねこの東南アジアの留学生の人が、だんだん子どもたちのですね、お世話を、教会の中の子どもたちのお世話をしてくれるようになってですね、子どもたちからしても東南アジアのお兄さんと仲良くなる経験っていうのがやっぱり初めてだったようなので、すごくですね仲良くなって、教会の中でもですねとてもなくてはならない存在にその人は次第になっていきました。で最初に相談を受けたのは私でしたけども、やがてですね教会のメンバーが複数人関わって、この留学生をサポートしていくようになっていきました。なので1対1の関係じゃなくて、だんだんその関係が横に横に広がっていったような感じになっています。これがですね教会の普段やってるコミュニティの礼拝以外の面のところなんですね。はい、それで
基本的にですね、キリスト教だけではなくて、何か信仰を持って生きている人っていうのはですね、人の役に立ちたいって気持ちがやっぱり強い人が多いと思うんですね、基本的に。なので困っている人がいたらさりげなくお手伝いをしてくださるっていう方がたくさんいます。そして教会のコミュニティの中もですね、本当に多様な人がいるんですね。いろんな悩みとか人生経験をしてきた人がいます。いろんな障害とか病気を抱えている人がいるんですね。その中で、やっぱり生きるっていうことの苦労とかマイノリティになることの苦労ってこともやっぱり分かってくれる人がいるんです。そういう多様な人がいるからこそですね、いろんな課題を抱えた人たちが、立ち寄れる場所になっているのかなと私は思っています。そして教会の中でもですね、対人職の人が、結構いたり、あるいは市民運動とかですね、さまざまな活動をしていて、専門性を持っている人たちがいます。なので、例えば一人困っている人がいたらみんなで考えるということがやっぱり可能になるんですね。これが教会のコミュニティの力かなというふうに私は思っています。そして最後にですね、セーフティーネットとしての教会です。セーフティーネットっていうのはここにある絵のようにですね、人が怪我したり死なないために最後にある網のことですよね。で、網っていうのは必ず縦軸と横軸でできているものなんです。で、私はですね、このセーフティーネットに教会はもっとなっていけたらいいなというふうに思っています。縦軸が先ほど言った地域の専門家、専門的支援との連携ですね。これがやっぱりないと、課題のある人たちに対しては、完全に支えることはできないと思います。それと横軸ですね。横軸、教会という居場所があるっていうことがすごく大事だと思います。居場所っていうのは人は何個もあった方がいいんですよ。で、教会っていうコミュニティの中でですね、必ずおせっかいが発生します。ご飯食べたのとか、勉強してるのとかですね、何年生になったのとかですね、そういうことを必ず気にしてくれる人がいるんです。私はこの大いなるおせっかいというふうに呼んでいるんですけども、やっぱりいつもですね、自分を気にかけてくれてる人がなんかいるんだなっていうことで、やっぱり人は孤立しないでいられたりとか、それこそですね、死にたくなるまでの悩みっていうのはなかなかたどり着かないようになるんじゃないかなというふうに思っています。で、このやっぱり両方があって教会っていうのが一つのセーフティーネットの役割を果たしているかなというふうに思うんですね。先ほどムスリムの人の話が出てきましたけども、キリスト教の人も一定数います。中国、韓国、カンボジアとかですね、あとベトナムもそうですけども、アジア圏は仏教国なんですけど、一定数やっぱりキリスト教の人はマイノリティですがいます。そういう人たちが結構教会に行けばなんとかなると思ってですね、来てくれたりしますね。で、その人たちが日曜日は礼拝があるから休みますっていうことがあると思います。で、多くの人は礼拝に出たことがないのでわからないと思いますけども、礼拝に行ってる人たちはですね、この居場所ですね、やっぱりここにすごくケアされてる部分があると思うんです。だから宗教って大事なんだよねっていう、理解だけじゃなくて、その人が生きていくためのコミュニティにそこに帰っていく、そこで心身のケアをされるっていう意味で、すごく大事な場所なんだっていうことをですね、ぜひ理解していただきたいなと思います。なかなか相談業務の中では宗教とか教会っていうのは出てこないと思うんですけども、今日はいい機会だと思ったので、ぜひですね、教会のこういう面もあるんだってことをご理解いただけたらいいなというふうに思っています。以上です。